皆さんどうもこんにちは。サラボへようこそ。10分でわかるおすすめの一冊シリーズ。今日取り上げる本は12万部を突破した神メンタルの続編、神トークです。神トークとは、好きな時に好きな場所で好きな仕事をする個人を作るをコンセプトに活動している星渉氏が、科学的に裏付けされた人を思い通りに動かすコミュニケーションをまとめた本で、この本では職場や友人関係、家庭や SNS 上でちゃんと伝えたはずだったのに、この相手には話が通じそうにないなど、人とコミュニケーションを取る難しさを経験したことがある人に対して、わかりやすい解決法を心理学、脳科学をもとに解説しています。なので、今日の動画では神トークから学ぶ相手を動かすためのコミュニケーションと題して、この神トークをわかりやすく10分でまとめていきます。ぜひお楽しみください。まず相手を動かすための一つ目のポイントは、基本となる安心感と自己重要感を理解すること。先輩や上司に相談やアドバイスをもらいに行っても否定される。家族や彼氏、彼女に聞いてほしいと話をしたら真っ向から否定され、相手の意見を押し付けられたことがある。これらはですね、相手をコントロールしたいという無意識の支配欲で、そこにあるのは人を自分に従わせたい。人の心を支配してコントロールしたいという支配欲で、これが人間関係は難しいと思わせたり、悩みの9割は人間関係にあると言われている原因です。私たち人間は全て感情によって動いています。だからコミュニケーションによって相手を動かすには、多くの人が満たしたいと思っている感情を満たすことが必要です。その感情とは、安心感と自己重要感の2つ。安心感とは、誰かとつながっていたり、関わっていたりするときに得られる感情のこと。自己重要感は、自分は価値がある存在なのだといった実感ができる感情のこと。例えば、特別理由はないけど成績が良かったとき、一番に報告してしまったり、悩みの相談をしているとき、常にポジティブな意見を持っていて、頑張って行動したときも、ちゃんと目を見て話を聞いてくれて、笑顔で褒めてくれたり、一緒に喜んでくれたりする人のもとには自然と人が集まってきます。このように、相手の安心感と自己重要感を満たすことができれば、周囲が自然と自分の味方になるだけでなく、相手の人生を変えるほどの影響を与えることもできます。そして次に重要なステップが、相手の安心感を満たす行動を意識する。多くの人にとって人間関係は上下の縦関係です。例えば家族や友人、学校や会社、それぞれがコミュニティであり、その輪の中で安心感を満たしてくれる人を探しています。言い換えると、コミュニティの中に居場所があること。それがあなたのもとに自然と人が集まってくる条件になります。まず、相手の安心感を満たす方法ですが、絶対に否定しないこと。もし意見を真っ向から否定されたり、自分の存在自体まで否定するような発言が返ってきたりすると、傷つくでしょうし、それ以降も傷つくことを避けるようになってしまいます。自分を否定する相手とコミュニケーションを取らなくなるのは当然のことです。だから、絶対に否定しないと決めることが相手に安心感を与える一歩目。相手に相談やアドバイスを求めても否定されることはないと思ってもらうこと。これができれば、相手は自分とコミュニケーションを取ってくれるようになり、あなたは人や情報が集まってくる人になってきます。しかし、否定をしないと言っても、相手の意見を全て受け入れてはいけません。自分の意見は持ちながらも、相手の意見や考え方を受け止めてあげることが重要になります。次に、最後まで話を聞くこと。先ほど話した絶対に否定をしないこととセットで、最後まで話を聞くことを徹底すると、相手にさらに大きな安心感を与えることができます。特にアドバイスをして、その通りに相手に動いてもらいたい場合には、これが重要となってきます。人は自分の考えていることを全て吐き出さないと、新しい考えを納得して受け入れることができません。最後まで話を聞いてもらうことで、アドバイスを受け入れる準備ができるということです。相手が全て話し終わったかどうかを確かめる簡単な方法は、他に話しておくことはないですかと聞いてみることです。この質問だけで相手に話を聞いているといった姿勢を伝えることができます。3つ目は理由を聞くこと。相手を否定しないと決めてしまうと、一般常識的には間違っていることやありえないと思うようなことを言われたらどうすればいいのか。理由も聞かずに否定をしたり怒ってしまったりすることもあるかもしれません。そんな時に重要なのは、なぜ相手がそうしたのか、理由や背景を理解しようとすることが重要です。
自分にとってはありえないと感じる発言や行動であっても、そこにはその人なりの理由があるものです。だから絶対に否定をしてはいけません。その上で、どちらがいいか、どうすればよかったかという質問の形で、相手に自ら自分の今回の行動を改めた方がいいという結論に至ってもらうように持っていきます。こうした会話は時間がかかりますし、いくつもの言葉を交わす必要があります。ですが、このちょっとした手間を惜しまないだけで、相手は安心感を得て、あなたの思い通りに動いてくれるようになっていきます。4つ目は、表情と姿勢を見られている意識をする。相手に安心感を与えるには、笑顔の効果も大きいです。私たち人間の感情は、視覚からの情報に最も大きく左右されます。相手にどんな表情を向けるかで、印象が大きく変わってきます。ただし、上司やお客様と話している時だけ笑顔になるといったことは避けましょう。人によって態度を変える人という印象を与えると誰もついてこなくなってしまいます。笑顔と同時に話を聞く時の姿勢も気をつけること。スマホをいじりながら話を聞かれたり、テレビを見ながら相槌を打たれたりすると多くの人は嫌な気分になります。そこまであからさまでなくても腕や足を組むのも避けるべきです。逆に姿勢によって相手に絶対的な安心感を与えられるとっておきの裏技が。足や腕を組んでいる状態で話しかけられたら、相手にわかるように足や腕をほどいて話を聞いてあげること。態度の変化を示すことで相手は安心し、あなたを頼れるようになってきます。例えば僕の場合は、相手の話を聞くとき、相手を否定したり、スマホをいじりながら話を聞くことはありませんが、相手の話を途中で理解した気になってしまい、遮ってしまったり、行動した理由を聞かなかったりすることがあったので、それを意識して気をつけたことで、後輩や友達から相談をよくされるようになりました。そして最後に重要なステップが、相手の自己重要感を高める行動をする。安心感とセットで満たすことが重要であるこの自己重要感。人は子供の頃から男性は正義の味方になりたがり、女性は綺麗になりたいと思います。人が無意識に一番求めているものであり、誰かに教えられたわけでなく、生まれつき持っている本能で、人に認められたいという欲求のことです。コミュニケーションによって自己重要感を持った相手は、またあなたと話したいと思ってくれますし、あなたの話にも自然と耳を傾けてくれるようになります。では、どのように相手に自己重要感を持ってもらうかの方法ですが、まず徹底した方がいいことは、相手の名前を呼ぶこと。どんなに親しい間柄であっても、会話の中で相手の名前を省略しないようにします。特に、お前や君、あとニックネームなどで呼んでいる方は、今すぐにでも名前で呼ぶようにしてください。相手の名前を呼べば呼ぶほど、相手は自分は重要な存在なんだと認識してくれるようになっていきます。これは対面だけでなく、メールや SNS、LINE などのやり取りでも同じ効果を発揮します。次に、最後に褒めることを意識する。仕事で相手にアドバイスをしたり、指示をしたり、ミスを指摘したりするような場面では、頭ごなしに命令するのではなく、まず褒めることが重要で、褒めることで相手は耳を傾ける体制になってくれます。では、褒めた後は好き勝手に言いたい放題してもいいのか？もちろんそうではありません。アドバイスをする際に有効なのは、褒める、アドバイス、褒めるという黄金リレーを意識します。例えば、会社のミーティングで配布する資料を作ってきてもらった際、その書類にミスがあることに気づいた時には、相手に書類を作り直してほしくても、最初からは触れず、まず仕上げてきてくれたことに感謝を表し、あなたのおかげで予定通り配布できるという部分を褒めましょう。次にアドバイスですが、冒頭で触れたように、相手のミスを直接正してしまう否定的な言葉は避け、相手が自分で気づいたと思わせる状況を作ることがポイントです。イリノイ大学の実験によると、相手に何かしてもらいたいとき、疑問形で依頼した方が平均して 1.5 倍、相手のパフォーマンスが上がることが証明されています。念のため確認してみませんかと疑問形で促してみて、うまく相手の行動をコントロールし、相手がミスに気づいた後はすぐに書類を修正してもらい、今回は助かった、ありがとうと褒めて締めるといった感じです。なぜ最後に褒めるのがいいかというと、人には出来事の最後の印象に左右されるというメカニズムがあるから、最後にもう一度褒めて相手の自己重要感を満たしてあげる。そうすれば次の行動にも前向きに取り組んでくれるでしょう。褒めることの補足になりますが、相手を褒めるときは相手の人柄や存在を褒めることが大切です。行動を褒めるのも悪くないですが、言葉のセンスが素敵ですね
いつもおしゃれですね、などといったように、相手の存在自体に結びつけて褒めるようにしてください。最後に、目を見てうなずく。あなたは今カフェで友達や恋人と向かい合って座っているとします。話題があなた自身の近況に及んだ時、相手がスマホをいじり始めるとイラッとしたり、寂しい、悲しいなどといった感情になり、自己重要感が失われてしまいます。あなたのことを大切にしているという気持ちを伝えるには、まず何よりも相手が話している時、目を見てうなずきながら話を聞くようにすること。ただ目を見て聞くだけではダメで、うなずきながら聞くこと。うなずくことで相手は自分は話を聞いてもらえる存在なんだと感じ、自己重要感が確実に満たされていきます。それでは、相手を動かすためのコミュニケーションを最後にまとめるとこのようになります。まず、私たち人間は全て感情によって動いているので、コミュニケーションによって基本となる安心感と自己重要感を満たしてあげることを意識すること。次に、相手の安心感を満たすために絶対否定せず、最後まで相手の話を聞くこと。そして最後に、相手の自己重要感を高める行動の褒める、アドバイス、褒めるという黄金リレーを意識することです。今回取り上げた内容の他にも、相手を動かすためのコミュニケーションのコツが満載で、人とコミュニケーションを取る難しさを経験したことがある人たちは、一度この本を手に取り実践してみることをお勧めいたします。皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、良い一日を。